徹夜で仕上げた分厚い認証資料が机に戻ってくる。付箋一つ、日付表記が揃っていません。この瞬間、仕事は開発から証明の連鎖に切り替わります。前に進むほど証明が増えて止まる。本日は戻る力、確認が増えて引き戻される力が最大まで働いたケースです。題材は MRJ。費やした時間は10年以上、総コストは1兆円規模とも報じられました。それでも顧客への納入は実現しなかった。10年あれば人は役割が変わる。その時間がこのループに吸われた。ここで起きたのは技術の優劣の話ではありません。安全を証明しようとするほど証明が自己増殖する。それが本質です。今日は誰が悪いかではなく、なぜ確認が自己増殖するのか。要因は他にもあります。今日は認証が止める構造だけに絞ります。認証は大丈夫では通りません。試験、記録、説明、第三者確認、全部証拠です。機体そのものと同じくらい説明が重い世界です。つまり飛行機は半分証拠でできています。 99% 完成でも0点。認証は完成度の採点ではありません。条件を満たしたかの判定です。だから一箇所でも未証明があれば全体が止まる。証明が増殖するスイッチの一つ目、途中で変更が入ること。設計変更は900件以上に上ったとも報じられます。変更のたびに過去の証明は過去形になり、やり直しが連鎖していく。飛行機は部品の集合ではなく関係の集合です。例えば座席周りの仕様をほんの少し変えただけで強度の説明がいる。配線との干渉も見る。非常時の動線も確認する。変更は一箇所でも証明は周辺に連鎖する。変更、再評価、追加試験、追加資料、差し戻し、さらに変更。ここから先、仕事は開発から証明の連鎖へ移ります。ここで展示ラベルを1枚だけ貼っておきます。空欄は2つ。責任者と期限。これが書けない確認は大体増殖します。2つ目は相互依存。関係が濃いほど正しさが書類の厚みで測られ始めます。真面目にやるほど、丁寧にやるほどループが太くなる。なぜなら丁寧さは証拠を増やしてしまうからです。そして3つ目、こうした大型開発の現場では責任の矢印が恐ろしくなる瞬間があります。外れた時、誰に刺さるか。その恐怖が確認を増やし、書類を厚くしていく。関係者を増やす。第三者を入れる。議事録と証跡を厚くする。すると責任は薄まる。だが同時に判断も速度も薄まる。認証はここで安全の手続きから止まる力に変わります。現場は優秀だった。ただ勝負のルールは作るではなく証明するだった。認証が終わらない条件は根性ではありません。変更がある。相互依存が高い。責任の矢印が個人に向く。この3つが揃うと証明は証明を呼びループになります。そして朗報があります。このループはたった2つの欠落から生まれます。責任者は誰か、期限はいつか。もちろん認証そのものを近道できる話ではありません。止められるのは周辺で増える確認です。先ほど貼った展示ラベル、空欄は2つでした。増殖に勝つ方法はツールでも気合でもありません。あの空欄を埋めること。この判断の責任者と期限を1行で書く。これがない確認は大体面積の増殖になります。本日お持ち帰りいただく教訓は一つ。責任者と期限が書けない確認は証明を無限化する。それではまた次の展示室で。